今日のモ活は筋肉マン懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。昭和の金消しを令和の今塗装しています。今回は往年の9センチサイズのデカ消し第7弾 G 型のアームストロングをペイントします。超人図鑑カラーを意識した色分けにしました。水性アクリル塗料で色付けをしました。デカ消しの第7弾 G 型、当時のパッケージに同梱されていたブックレットです。丸腰製の正規品で7段のパッケージにはこれが入っていました。この7段は本編活躍薄だった読者応募採用超人10体で構成されたシリーズ。今回のアームストロングの他にも最近塗装したゴッドシーサー、ローラーマンら個性豊かなキャラクター。まずは塗装前の状態です。大きな損傷などはありませんが、黒ずみ、汚れは目立ちます。ペイントには特に支障ないので、そのままいつもの工程で進めていきました。塗装後のレビューを先に。ほぼ2色です。緑のボディスーツ、コスチュームにフレッシュカラーの肌。塗装面積はそれぞれしっかりあったペイントになりました。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理から進めていきます。煮沸して形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬けして過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリアツヤ消しを全体に吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。パレホのゲームカラーデッドホワイトを水で溶いて薄めながら塗りました。全体に塗りました。この方法が結果として効率が良いので、最近は消しゴム塗装ではこの薄く白の下地を入れる作業はほぼ全面に行うようにしています。ハケを使って一気に塗るので 2,3 分あればできてしまいます。色分けの1色目はフレッシュカラー。パレホのモデルカラーでフラットフレッシュです。濃いしっかりした色味のフレッシュカラーです。首元、腕部、腹部、脚部。ただそれぞれコスチュームのカラーから覗き出るような位置だったので、さほど広い塗装面積ではなかったです。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。多彩な色数で様々なジャンルの模型に活用できる最も基本となるシリーズです。かかった時間は約50分の塗装でした。今回の塗装で使用した塗料はこちら。ここでコスチュームのカラーの緑です。パレホのモデルカラーライトグリーンです。明るい緑のパレホの塗料。最近は面積の大きい塗装箇所にはシタデル、パレホに限らずシタデルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使うようにしています。薄めながらペイントしていくことで驚くほどムラが抑えられます。アームストロングはカナダ出身のパーフェクト超人です。ネプチューンキングがパーフェクトラージナンバーズから離脱する際に弟子として行動を共にしました。タッグトーナメント時には宇宙から試合の趨勢を見ていました。超人強度は70万パワー、腕周り、胸周りの筋肉が発達、ベンチプレスは10トン以上の剛腕超人です。デカ消しは約9センチサイズの少し大きいサイズの金消しで、バンダイの子会社、吊り下げ玩具を得意とした株式会社マルコシが販売していたフィギュアシリーズでした。各段約10体、全12段までリリースされていました。第7弾のラインナップ超人では、この他にスプレー魔人、ドグーマン、クモノコチラス、マップマンなどこれまでにペイントしてきました。どれもちょっとマニアックなキャラクターで、本編では活躍薄だった超人です。ここで脚部、ブーツのカラーはパレホシルバー、ゲームカラーの塗料です。細部です。マスクの口部分、目の箇所にシタデルカラー、ベース、メタリック塗料のグレーナイトスティールです。
塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホー併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ、効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後、フロントビューからリアビューです。ということで今回は筋肉マン金消し塗装、往年の丸腰製デカ消し第7弾アームストロングを水性アクリル塗料を使ってペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。